クラウドファンディングあと少し、応援ありがとうございます。字幕をオンにしてね。東南アジアは交易を通してインド、中国、イスラーム文化の影響を受けながら発展したのだ。東南アジアの歴史を見るとき、5つのステップにざっくり分けられるのだ。聖霊信仰、インド化と中国化、仏教とイスラーム化、植民地期、そして現在の国民国家。例外はあるけど、インドに近いほどインド要素が強くて、中国に近いほど中国要素が強いのだ。順番に見ていくのだ。その1、聖霊信仰と小さな社会。昔々、およそ紀元前、インドや中国の影響を受ける前のこと、東南アジアではローカルな聖霊信仰が文化の中心だったのだ。国ではなく、首長の下で小さな村社会が築かれていたのだ。田んぼでの稲作がすでに行われていて、農耕は村のボスの権威の象徴だったのだ。畑で作るおかぼより水害に強くて、田んぼの栄養が保たれるから連作しやすいのだ。農耕はベトナムのドンソン文化と書き覚えあるかな。村のボスの権威を示すお宝的なものだったのだ。中国の雲南から伝わったとされているよ。今から2000年前くらいになると、東西交易が活性化してでかつ予見力も現れ始めたのだ。2000年前というと、日本は弥生時代、中国は前漢と後漢の境目くらいなのだ。この段階ではまだ中国化、インド化まで入ってなくて、交易で富を築く者が現れた段階なのだ。東西交易は海のシルクロードで行われたのだ。西は地中海、東は中国を結ぶ長い交易ルートなのだ。小さな主張性社会のいくつかは、交易で得た力と富で初期国家に進化したのだ。現カンボジアのメコン川下流域あたりに位置するフナン、現ベトナム中部に位置するチャンパーが有名なのだ。ちなみに昔と今の国境をうかつに結びつけて説明すると、気づいた時には論争の最中だから気をつけるのだ。もにゃもにゃにぼかすのだよ。海のシルクロードから遠かったフィリピンでは、バランガイと呼ばれる小さな主張性社会が続いたよ。バランガイという言葉は、現代でも最も小さな行政単位を表す言葉として使われているのだ。その2、中国化とインド化。約2000年前から19世紀の植民地化手前までのベトナムあたりの話なのだ。ベトナムあたりは中国化、フィリピンを除くそれ以外の地域はインド化が進むのだ。まずは中国化の話。現在のベトナムあたりにあった国家は、中国系王朝になんとかと呉服を置かれて支配されつつ、独立を粘り強く試みていたのだ。初めてベトナムの王様として中国に認められたのは、李朝の李光雲。中国との朝貢関係のもとだったけど、1009年に大武エトという国として認められ、首都は現ベトナムと同じハノイに置かれたのだ。李朝以降のベトナム王朝は、一つ後の陳朝や最大藩とのグエン朝が有名なのだ。主の先生の名前、グエン先生だったのだ。頭もパズドラもバチクソ強い最強の教師だったのだ。次にインド化、約2000年前から13、15世紀までのベトナム、フィリピン以外の地域の話なのだ。ベトナムの中国化が始まったチョヤと5世紀頃から始まったのがインド化なのだ。権力者たちが力を示して統治を強化するため、インドエッセンスをこぞって取り入れ始めたのだ。ヒンドゥー教や仏教が取り入れられて様々なお寺ができたり、インド系の文字やサンスクリット語から言葉を借り始めたのだ。海上交易の拠点はフナンからマラッカ海峡のシュリービジャヤ朝に移り、マレー半島や現在のインドネシアあたりに王国がたくさんできたのだ。インドネシアの世界遺産ボロブドゥールはこの時期にシャイレンドーラ朝の下で建てられたのだ。国名の響きがインドっぽいでしょ。大陸部では現在のカンボジアあたり、メコン川下流域が特に栄えたのだ。新郎ができて、水新郎と陸新郎に分かれた後アンコール朝にまとめられたのだ。アンコール朝は
インドシナ半島を中心に大陸部のほとんどを支配していた時期もあったクソデカ王朝なのだ。すごいね。現ミャンマーあたりではパガンが栄えていたのだ。その3、ジョーザブ仏教とイスラーム。13、15世紀から19世紀、その前にインド化が進んでいた地域の話なのだ。13から17世紀は東南アジア交易の時代と言われていて、ASEAN の歴史的な基礎なつながりができた大切な時期なのだ。ざっくり分けるとマレーシアより北はジョーザブ仏教化、南はイスラーム化が進んだのだ。超ラフに説明すると、ジョーザブは伝統的で厳しい、大乗仏教は革新的でオープンなのだ。どちらもインド生まれだけど、ジョーザブ仏教はインドでアショーカ王に保護された後、その子供がスリランカに伝えて、そこから東南アジアに広まったのだ。ジョーザブ仏教の信者は全員出家しないといけないから、経典を誰もが理解しやすいよう、大乗仏教のサンスクリット語よりも簡単なパーリ語が使われ続けたようなのだ。現ミャンマーやタイあたりでジョーザブ仏教系の王朝ができ、領土を取っては取られの繰り返しだったのだ。現ラオスではランサン王国が栄え、アンコール朝が衰えるなどしたのだ。島国のイスラーム化は13世紀のスマトラ島北部から始まったのだ。特にマラッカの王様にとっては改宗が権力保持戦略の一つで、西方イスラーム世界との連携を強化したのだ。こうしてマラッカは貿易拠点として繁栄し、イスラーム教はマラッカイ島にも伝わったのだ。東南アジアにおける権力者の改宗は、東西からさまざまな勢力が行き来する地域で権力基盤を固めるために重要だったのだ。その4、植民地化。ちょうどいい行進曲がなかったんだけど、トルコはあまり関係ないのだ。19世紀から1945年まで東南アジア全域の話なのだ。この時期は東アジア全体の交易が縮小して、アジア相手の交易が減ったのだ。日本も鎖国したのだ。ヨーロッパは産業革命で原料と市場が欲しかったので、オランダのジャワ支配を筆頭に東南アジアに進出し始めたのだ。他のヨーロッパ諸国も続いて、オランダはインドネシアあたり、アメリカはフィリピン、イギリスはミャンマー、マレーシアやシンガポールあたり、フランスはカンボジア、ベトナム、ラオスを支配したのだ。フィリピンは他国より早く16世紀からスペインが支配していたんだけど、この時期からアメリカによる支配に切り替わるのだ。タイは唯一直接的な支配は受けなかったけど、もちろん完全に無傷なわけではなくて、日本軍進駐や連合軍からの爆撃もちょいちょい受けてたのだ。そのうちまとめるのだ。その後、欧米による支配を追うように日本が進出してきて、大東亜共栄圏構想を実現すべく支配を進めたのだ。名目上は植民地からの解放を謳っていたけど、東南アジアの豊かな資源が目的だったのだ。独立への流れは、エリート層がヨーロッパ留学して国民国家の概念を持ち帰ったことで生まれたのだ。過酷な労働や日本軍の資源独占による飢饉で多くの現地人が苦しんだのだ。その後、国民国家化。1945年の終戦以降のことなのだ。日本が降伏した後も、欧米の宗主国は戦前の秩序の回復を目指していたので、独立の過程は国によって様々なのだ。一番独立が難しかったのはベトナムなのだ。同様にフランスに支配されていたカンボジアとラオスは49年にフランス連合の中での独立を認められたけど、ベトナムは許されなかったのだ。1954年にジュネーブ休戦協定でフランスが撤退した後も、南北分裂、冷戦、ベトナム戦争による混乱が1975年まで続いたのだ。フランスの元支配地域、インドシナの20世紀は大混乱で、ラオスはパテートラオによる社会主義革命があったし、カンボジアはクメール・ルージュによる虐殺もあったのだ。同地域の連携基盤である ASEAN は、こうした混乱を前に反社会主義の文脈でできたのだ。他の地域も領土の移動や対立がそれなりにあったのだ。インドネシアが東ティモールや西パプアを取ったり、
マレーシアはマレー系の人種比率を増やすためサバサラ枠を併合したのだ。シンガポールもマレーシアとの方向性の不一致で独立せざるを得なかったのだ。それでも各国は紛争の解決と連帯に向けて努力し、1995年には10カ国目のベトナムが加盟したのだ。2002年に独立した東ティモールは、意見は取り込まれないが聞くことはできるオブザーバーとして参加しているのだ。ミャンマーの難民問題、タイの政治制度の限界、ASEAN 加入を目指す東ティモール、東南アジアは今世紀目まぐるしく変化していくと思うのだ。でも東南アジアの国々は少しずつ歩み寄り、現在では緩やかで強い結束のもと、東アジアとインドの中間地点として活躍が期待されているのだ。2023年は日本と ASEAN の友好協力50周年の節目の年なのだ。今は国際協力やビジネス的な話題が中心だけど、個人的で細かい交流もきっと増えていくのだ。今後の日本と東南アジア諸国の歩みに注目してほしいのだ。